皆さんこんにちは、さおりです。はい、今じゃがいも畑に来ています。今日は5月29日で、じゃがいもを植え付けてから2週間が経ちました。なのでね、今回はじゃがいもの植え付け後の管理作業の様子を動画にしていきたいと思います。これが芽です。結構しっかり植わさってる感じがしますね。どうなってるんだ？これですね、芋。これです。これからどんどん芽が出てきてます。はい、埋めておきましょう。まだね、そんなに揃ってはないですね。よいしょ。縦畝はどうかな。縦畝もまあまあ生えてきたかなっていう感じですが、もともと芋の前って小豆を植えているんですね。なのでこういったちっちゃい葉っぱがいっぱいあるんですけど、これは全部小豆です。小豆は収穫の時にその小豆の種が落ちてしまうと、またそこからね発芽してしまいます。発芽率がめちゃくちゃいいです。芋畑の後でなくてもね、2年前とか3年前とか小豆が植えた畑でもこうやって小豆が生えることは多々あります。なのでちょっとややこしいんですけど、こういう感じのねは全部芋の芽です。で、植え付けの時ってこんな感じで土はね真っ平らな状態なんですよ。で、芋の場合はこうどんどん上に芽が出てくるんですけど、実は土の中になります。なのでこのままだとあまり土の中に空間がありません。なのでこの空間を作ってあげるっていう作業が必要になってきます。なので今回行っているバイドという作業で周りのね土を寄せて、こういったね山のようにして芋が大きくなる空間を作っていくという感じになります。はい、で今順番に行っているんですけど、この濃く茶色くなっているのがバイドをしたところです。こんな感じでね、さっきのところと比べると全然違いますよね。こんな感じで山にしていくんですけど、これまでは一発バイドを行ってました。1回だけバイドしてもうそれっきりおしまいっていう感じだったんですけど、今回はちょっと時間にも余裕があるので半バイドを行って、その後もう1回バイドをします。っていうのもバイドね1回でやってしまって、例えばその後にわあすごいんだけど風、その後にこう雨が降ってしまったりすると土が硬くなってしまいます。で、土が硬いと根っこがね伸びにくかったりとか、芋が成長しにくかったりするそうです。なのでまず一発目は半バイドでがっつり土を寄せるっていうよりは軽く土を寄せてあげて、その後にもう一回バイドして土を覆いかぶせるっていう感じでやっていきます。はい、とりあえずね私も機械に乗ってやってみようと思います。こちらが今回使用するバイド機です。まず前方の爪で土をほぐし、その後ろの回転刃でさらに細かく砕いて柔らかくしていきます。そして最後に後部の成形部分で土を寄せ、芋が大きくなるための土の空間を作っていきます。バイドはだいたい3キロとかなので結構ね今回は面積があるので時間がかかってます。あと今ね牧草跡の畑に植えたところをバイドしているんですけど、結構根っこがひどくてですね、機械に絡まってしまって、それがすごい大変です。今年は去年まで牧草畑だった圃場に新しく作物を植えることにしました。春に一通りの管理作業を行い、半分にはじゃがいも、もう半分には小豆を植えています。ただ長年牧草だっただけあって根がびっしりです。
バイト作業ではその根が機械に詰まり、思った以上に苦戦しました。おはようございます。今日は6月の2日です。前回販売道を行ってから数日経ちました。今回はこの畑に間伐対策を行っていきます。っていうのも去年はね本当にすごい干ばつで暑かったし、雨も全然降りませんでした。で結構どの作物も影響を受けて、本当に暑い時期はね葉っぱもしなしなになるくらいどの作物も元気がなかったんですけど、特にじゃがいもはすごく収量に影響して、去年はね全然芋が取れませんでした。なのでね今回はこの芋畑に間伐対策を行っていこうと思います。ということで今回その対策に使うのはこちら EF ポリマーです。重い、どっこいしょ。はい、ということで改めましてこちら EF ポリマーになります。これ何かというと肥料ではありません。保水剤と言われるものです。保水剤って漢字の通りではあるんですけど、水を溜め込んで水分を吸収したり蓄えてくれる資材になります。早速開けてみましょう。保水剤ってうちはねこの農家なのでこういった資材を使いますけど、いろんなところで生活の中でもいろんなところで使われていて、例えばおむつとか、おむつも水分を吸収してくれるのであれ保水剤になります。なので結構ね生活の中で保水剤というのは割と使われているものなんですけど、大体そういうのって石油由来でプラスチックとかでできているものが多いんですけど、今回は畑に巻くのでそういうものではなく自然由来、環境に優しいものになってます。はい、開けてみました。こんな感じです。うわすごい、なんか石みたい。今回ねこれを畑に巻いていきます。環境に優しいということで主にオレンジとかバナナの皮から作られています。で植物由来、石油由来ではなくて植物由来になるので生分解性です。生分解性なので畑に巻いてもこう自然に溶けていく、なくなっていくというものになってます。オレンジのさすがにちょっと匂い嗅いでも果物の匂いはしませんけど、こんな感じ。今回私は粒状のものを購入しているんですけど、粒状のねもっと細かいものもあります。特にね最近は本当に干ばつがひどくて、去年もだいたい6月末くらいからですねすごく暑くて、7月はほとんど雨が降りませんでした。なのでねこの EF ポリマーを使って少しでも畑の中に水分を溜めておいて対策できたらなと思ってます。で今回はこの EF ポリマードローンで散歩を行っていきます。先ほど言ったようにこのようなね流剤とあと粉状のもの、この2種類あるのでドローンじゃなくてもブロードキャスターであったり種を植える時にプランターに一緒に入れて植えることもできますし、そもそもこう畑に直接まくという方法じゃなくてもその苗をね作る時に一緒に入れるだったりとか、いろんな方法でこの EF ポリマー入れることができます。だから今回は特にねうちはこのじゃがいもの
対策をしていきたいので、この販売度を行ったところにまずドローンで EF ポリマーを巻いて、それから媒動するっていう形でやっていこうと思います。それじゃあドローンの準備をしていきます。はい、ということで今回使うドローンです。で、流剤をこれから巻くので、液体タンクではなく流剤タンクに取り替えました。なのでここにね、これから EF ポリマーを入れて巻いていこうと思います。ということで今20キロの袋を3体入れました。結構粒でね、こうまばらなんですよね。なのでちょっとドローンでどんな感じで飛んでくれるのか見てみようと思います。よし、とりあえず60キロ入れてやってみましょう。よし、ヘルメットもかぶって準備ができました。今回芋畑8ヘクタールあるんですけど、そのうちの2ヘクタールにこの EF ポリマーを巻いてどんな効果があるのかっていうのを検証していこうと思います。それじゃあやっていきます。はい、そしたら今バッテリーを交換して残りのポリマーを全部入れたので、もう一回飛ばしていきます。で、今回は散布量が 0.1 ヘクタールあたり5キロなので、1ヘクタールあたり50キロ散布をしています。一応ですね、規定の散布量が 0.1 ヘクタールあたり2キロから5キロとなっているので、今回は多めにね散布をしてます。結構コメントでもね、皆さん今年もすごい暑いですよって言ってくれる方が多くて、なのでケチらずね、このポリマーを最大限、使ってどうなるかっていう結果をね見てみようと思います。それじゃあやっていきます。終わりました。本当に今日は暑いです。風も出てきちゃってギリギリセーフでしょうか。とりあえずドローンを片付けて、ちょっと畑にねどんな感じで負けたか見てみようと思います。一旦ねドローンを片付けて畑に戻ってきました。ちょっとねどうだろう、ちゃんと負けてるかなっていうのを見てみようと思います。だいたいねここら辺なんですけど、これとかむずい、全部影だ。これとか、そうですね。ちょっとね色的に分かりづらいかもしれないんですけど、まあ負けてるは負けてます。負けてはいるんですよ。あ、結構負けてんのかも。ちょっとね分かりづらいですね、色的に。これとか、こことか、こことか、こことか、パッと見全然散布されてないように見えますけど、よく見ると結構あります。こんな感じで今回は EF ポリマーを散布してみました。
でこの後はもう一度バイドを行います。前はね半バイドだったので、今度はもうがっちりバイドして、それでもうねこの畝を作るっていう作業はおしまいになるんですけど、その時にこの EF ポリマーは、バイドと一緒に畑の中に混ぜ込まれます。で今度雨が降ったらその雨を吸収して、徐々にこう畑の中に出してってくれて、で水不足の畑を助けてくれるという役割になります。それじゃあ一旦農場に戻ります。バイバーイ。はい、ということで暑いので一旦お家に帰ってきました。こちらですね、さっき巻いた EF ポリマー、これはサンプルなんですけど、さっき巻いたのが粒で、もう一つが粉です。実際に雨が降ったらポリマーがどんな感じになるのかっていうのを試してみようと思います。わおわおわお、家でやるもんじゃない。これが粒の方です。こちらが粉です。こんな感じ。こんな感じです。粒は結構粗め。粉はこんな感じ、もうサラサラですね。じゃあこの2つにねお水を入れてどんな感じになるのかを実験してみようと思います。ということでまずこちらからいきます。すごい色。かき混ぜよっか。固まってる感じするわ。お次は粉です。だいたい同じくらいかな。入れすぎたかな。うわ、すごっ。もう固まってます。あー、すごい。これ粉の方が分かりやすいかも。スライムみたい。おー、すごいすごい。ということでさっきねお水を入れてから少し待ってみました。でこちらが粉です。もう粉はね混ぜた直後からこんな感じで、もう水分をねあっという間に吸収しました。もうお水も全く出てこないです。そしてこっちが粒。なんか粒はねダークになりました。まあ粉よりはちょっと時間はかかりましたが、そうは言ってもあっという間です。こんな感じ。粉と同じで水分をねしっかり吸収してくれてます。はい、こんな感じでですね EF ポリマーがめちゃくちゃ水分を吸収してくれることが分かりました。なんと 1g が 50g になるそうなので、だいたい50倍になります。そう考えるとすごいな。ということで以上実験でした。おはようございます。前回 EF ポリマーを散布してから数日経ったんですけど、今日はバイドをします。ポリマーを巻く前に半バイドを行って、その後にね EF ポリマー巻いたり、他にも追肥を行いました。なので今回は2回目の最後のバイドになります。今かけている途中なんですけど、ここが前回半バイドを行っているところです。半バイドの時はもう割と適当って言ったらあれですけど、そんなにもうきっちりかっちりする必要ないんですが、今回行うバイドはこれで最後になるので、割とねこうピタッと綺麗な山を作る人が多いです。はい、ここがですね今バイドを行ったところです。もうねだいぶ芽が大きいので、山の中から芽がねちょこっと飛び出してます。
これはね全然問題ないんですけど、これでも結構ボソボソ汚い方で、この表面がねもっとつるっとなるようにしている農家さんは多いと思います。そう、結構ねこの山も結構この山をねもう皆さんつるっともう綺麗に揃えたいっていう人は多いんじゃないでしょうか。その人の性格にもよると思うんですけど、本当すごく綺麗にしたい人はしたがります。でもうちはねそんなに綺麗じゃないです。どっちかっていうと汚い方かもしれません。ただこれ下手だから下手なのもあるかもしれないんですけど、ただこれつるっと目指しているわけではなくて、ちゃんと理由があります。これはね鍛冶職人が言っていたことなんですけど、サーフェスラフネスという考え方があるそうです。ちょっと私の口で説明すると下手かもしれませんが、雨が降るじゃないですか。でじゃあこのちょっとボソボソの山とつるっとした山、どっちの方が水吸収してくれるかなって考えたら、ボソボソボコボコしていた方が水がね落ちても滑り落ちずにしっかりこの土に止まってくれる、サーフェスラフネスがそういう考え方だそうで、なのでね特に干ばつの多い時期にはあまりつるっとして水が全部滑り落ちてしまうのではなく、多少ボコボコさせておいて水がしっかりねこのボコボコしたところに止まってくれて、少しでもいろんなところで水を吸収してくれるようにわざとボソボソさせています。下手なのもあると思うんですけどはい、そういう考え方でやってみています。はい、で今日はねすごく曇りなんですけども、この前すごい2日間くらいめちゃくちゃ暑かったんですけど、最近はこのどんよりした天気が続いてます。割と梅雨の時ってあんまり天気が良くて乾いていると土もパサパサで崩れてしまうので、ちょっとね今日みたいにどんよりしてたりとか、夜とかね少し湿ったくらいの時間帯にやったら綺麗に山になるそうです。なのでもうちょっと大きくしてから、もうちょっとね半梅度の状態から芽が出て大きくなってから、もう一回梅度でもいいんですけど、せっかく今どんよりした天気なのでもう梅度を行っているっていう感じです。でこの梅度期ですね、半梅度の時とちょっと形というかつけるものが変わっています。後ろの部分ね変わってます。前は変わらず爪があってロータリーがあって、まずは土を柔らかくしてそれをこの羽で山にしていきます。で今年からちょっと今ホースがあれなんですけど、このねトラクターと機械をつないでいる油圧トップリンクを購入しました。10万円くらいするんですけど、これ何かっていうとトラクターの中から操作できるんですけど、機械の高さを調整します。この後ろの梅土機ですね、平らなのをちょっと角度つけて、平らなのを少し、前に傾くようにしたら、ロータリーがしっかり入って土を柔らかくするんですけど、その代わり後ろの一番最後の羽はちょっと上がってしまうのでそんなに山にはなりません。逆に今度後ろに下げるようにしてあげるとロータリーはそこまでかからないんですけど、しっかり山がかかってくれるという形になります。この油圧トップリンクは走りながら角度を調整できるのが特徴です。作業を始めるときはロータリー側を少し下げることで最初からたくさん土を抱えることができます。そのため畑の端からきれいな山を作れます。逆に油圧トップリンクがないと作業の最初は土を十分に抱えられず、
山ではなく谷のような形になってしまいます。はい、今ねバイトを行ってます。こう後ろを見ると4根ずつバイトをしていくんですけど、その場所によって土の溜まり方が違うんですよ。なのでちょこちょこ後ろを見つつ、一番土が溜まってないところに合わせてこの8つトップリンクを調整して行ってます。でここの畑はそんなに石がない方ではあるんですけど、場所によってはねちょこちょこ石があるんですよ。ちょうど今ね割と石があるところにいて、さっきも大きい石に当たってしまって一番羽の安全ボルトが折れました。もっとね石端小さい石があるところなんかは本当に山になりにくかったりします。まあそんな感じでちょこちょこ後ろ確認しながらやっていきます。はい、ということで結構間隔が空いてしまったんですが、今日は6月の24日です。だいたい3週間くらいバイトしてから経って、もうね芽がどんどん大きくなってきました。まあこれからですかね、干ばつの影響があるのは。で今回はねバイトの途中で EF ポリマーを散布したので、この保水剤によって畑が干ばつに少しでも耐えれるようになってくれたらなと思います。とりあえず芋の管理作業となるのはこんな感じですかね。まだね中の芋は全然なってないと思うんですけど、もうあっという間に収穫の時期になると思うので、美味しい芋が育つのが楽しみです。早く食べたい。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。